太陽系で人類が次に足を踏み入れる可能性が最も高い惑星。赤く輝く砂漠の惑星。火星です。水星や金星とは異なり、火星は人類が実際に移住を夢見ている場所です。では、人間は本当に火星で暮らすことができるのでしょうか。まず、火星がどのような場所なのかを見てみましょう。火星は太陽から4番目に近い惑星です。直径はおよそ 6780km。地球のおよそ半分の大きさです。しかし火星の表面積は、地球の陸地面積とほぼ同じです。海がないためです。重力は地球のおよそ 38%。70kg の人でも、火星では体重がおよそ 26kg に感じられます。火星の1日は地球と驚くほど似ています。およそ24時間37分。地球よりおよそ37分だけ長いです。太陽系で地球と1日の長さが最も近い惑星です。また自転軸が傾いているため、地球のように四季があります。冬、春、夏、秋がすべて存在します。ただし1年が地球のおよそ2倍の長さのため、各季節も2倍長くなります。火星が赤い理由があります。表面の岩石や土壌に鉄分が多く含まれています。この鉄分が酸化して、詰まり錆びることで、表面全体が赤みを帯びています。火星は事実上、錆びた惑星なのです。この赤い砂塵は大気中にも漂っており、火星の空をピンクやオレンジに染めています。ここからが本題です。人間が火星の表面に立ったら、何が起きるのでしょうか。一つ目の問題は大気です。火星の大気はおよそ 95% が二酸化炭素です。地球の大気のおよそ100分の1の密度しかありません。防覆なしでは呼吸ができません。同時に大気が薄すぎて、熱をほとんど保持できません。地球では温室効果が地表を暖かく保っていますが、火星の薄い大気はその役割を十分に果たせないのです。二つ目の問題は温度です。火星の平均表面温度はおよそ-60度です。しかしこれはあくまで平均です。赤道付近の真昼には最高およそ20度まで上がることもあります。ところが極地方の冬には-125度まで下がります。一日の温度差も非常に大きく、昼間はプラスだったのが夜には-70度以下に落ちることも珍しくありません。地球の南極よりもはるかに寒い環境です。三つ目の問題は放射線です。地球の磁場は、太陽からの放射線や宇宙放射線から生命を守る巨大な盾です。火星にはその盾がないのです。地球のように生命を守れるほどのオゾン層もありません。火星の表面は地球よりはるかに高い放射線環境にあります。長期間さらされれば、がんの発生リスクが大幅に高まります。NASA は、火星探査ミッションにおいて放射線被曝が、最も解決の難しい課題の一つだと述べています。四つ目の問題は砂嵐です。火星では太陽系で最大級の砂嵐が発生します。火星全体を覆う惑星規模の砂嵐が発生すると、数ヶ月にわたって続くこともあります。2018年の砂嵐で NASA のオポチュニティローバーが地球との通信を失い、ミッションが終了しました。人間が火星に住むとすれば、この砂嵐は生存を脅かす巨大な変数となります。では、火星に希望はないのでしょうか。火星には水があります。極地方の氷管に水の氷が存在します。地下にも氷の形で水が埋蔵されています。推定によれば、火星の地下の氷がすべて溶けた場合、火星全体をおよそ20メートルの深さの海で覆える量になります。水は飲料水としても、電気分解によって酸素と水素に分離し、呼吸や燃料としても利用できます。NASA のパーサビアランスローバーは、すでに火星で酸素を生産する実験に成功しています。モキシーという装置で、火星の二酸化炭素から酸素を抽出したのです。少量ではありますが、火星で自ら酸素を作れるという可能性を実際に証明しました。そして2025年、火星探査で重要な発見がありました。パーサビアランスローバーが火星でビリアナイトとグレイガイトという2つの鉱物を発見しました。これらの鉱物は地球では水と特定の化学環境で形成されることが知られています。一部の研究者は、
過去の生命活動との関連の可能性も研究しています。まだ確定された発見ではありませんが、科学界が最も注目している研究成果です。結論。火星は、太陽系で人類外住を試みることのできる唯一の現実的な候補地です。しかし現実は厳しいものです。呼吸できない大気、極限の寒さ、致命的な放射線、巨大な砂嵐。人類が火星で暮らすためには、惑星そのものを変えるか、あるいは私たち自身が変わらなければならないのかもしれません。赤い惑星は人類を待っています。しかし、歓迎はしていないのです。現実より面白い想像。ずっと気になっていたこと、ありませんか？コメントで教えてください。次の動画でお答えします。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。